こんにちは、ヨガジャーニーのかよです。今回はヨガでとっても大切な呼吸について解説していく動画になります。今回の動画と実は来週もね、続きっていう形で呼吸の動画を出していくんですけども、前編後編っていう形で2本立てになりますので楽しみにしていてください。まず今回の前編ですね。こちらの動画ではまずヨガは鼻呼吸なのか口呼吸なのかっていうところについて解説をしていきます。そして次回後編の動画ではヨガは腹式呼吸なのか胸式呼吸なのかっていうところについてお話を進めていきたいなと思います。どちらのテーマも本当によく質問を受ける内容になりますので、疑問に思っていた方の参考になれば嬉しいです。まず今回の、テーマですね。ヨガは鼻呼吸なのか口呼吸なのかについて解説を進めていきましょう。結論から言うとヨガは鼻呼吸メインで、時々ため息ですね。はーっていう形のため息は OK っていうふうに考えていただければと思います。ではこの理由とあと鼻呼吸と口呼吸の違いについてね、ここからお話ししていきたいと思います。ではまず大前提として、解剖学的視点です。解剖学的視点において鼻っていうのは呼吸器っていう分類になります。で、口というのは消化器っていう分類になるんですね。なので、体の構造上私たち人間は口呼吸できちゃうんですけども、本来口っていうのは消化器っていう分類になりますので、口呼吸をメインに行うのは、おすすめはしていません。では、ここからもっと細かく鼻呼吸と口呼吸の違いについてお話をしていきます。この違いについては4つの、視点を見ていこうと思います。まず1つ目の違いですね。鼻呼吸っていうのはフィルター効果があると言われています。鼻には鼻毛がありますよね。この、鼻毛が、いろんな雑菌とかホコリとか汚れっていうものをここでねシャットアウトして体を守ってくれるっていうふうに言われていますね。で、逆に口呼吸の方はそういったフィルター効果っていうのがないので、ばい菌とか雑菌とかね、ダイレクトに体の中に入りやすいと言われています。そして2つ目の視点になります。2つ目は、鼻呼吸ですね。これは体を温める効果があると言われていて、で、口呼吸においては体を冷やすような効果があると言われています。で、なかなかこの鼻呼吸が体を温めるっていうのはイメージがしづらいかもしれないんですけども、口呼吸が体を冷やすはちょっとイメージが湧くと思います。例えば夏の暑い日とかにね、ワンちゃんとかが舌出してはっ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 てやってたりすることってありますよね。それっていうのは、体の中の熱を吐き出そうとしてやってる症状だと思うんですよ。なので口からね息を吐き出していくときに、体の熱を冷ましていく、そういった効果は皆さんもイメージが湧きやすいかもしれません。でも鼻呼吸をしていても体の中が冷えてしまうということはあまりないと思いますので、口と比べると鼻呼吸の方は体温を保持し温めることができて、そして口呼吸はどちらかっていうと体温を下げる、体を冷ましていくっていう効果があると言われています。で、これは一つね、余談なんですけれども、寒いエリアに住んでいる人たちっていうのは、鼻が高くなる、要は鼻呼吸しやすいようにね鼻が高くなると言われていて、暖かいエリアですね、東南アジアとか暑いエリアは鼻が低くなりやすいと言われています。もちろん遺伝的なね部分もあるので、人によって違うとは思うんですけども、でもヨーロッパの人たちとかねすごい鼻高かったりとかしますよね。で、そういうのも実は体が環境に適応しているんじゃないかっていう説もあって、私としてはねあながち間違いじゃないんじゃないかななんて思ったりもしてますが、皆さんはどうでしょうか。環境が私たちのねこう体つきにもね影響を与えているっていう、一つのトピックかもしれません。はい。そして3つ目です。3つ目の視点としては、鼻呼吸は湿度を体の中に与え、
口呼吸は体を乾燥させると言われています。これも比較するとね、イメージが湧きやすいと思うんですけど、口呼吸するとなんか喉がカラカラしてきて乾燥するってみんなわかると思います。でも鼻呼吸をしていても体の中がカラカラになる感じってそんなにないと思うんですよね。なのでこれも鼻と口の大きな違いかなと思います。じゃあ最後4つ目の視点いきましょう。鼻呼吸は集中力を発揮しやすい。そして口呼吸っていうのは集中力を妨げると言われています。まず鼻呼吸が集中力を引き出すっていうところですね。これも口呼吸と比べると分かるんですけど、例えば、花粉症の時期とかで鼻が詰まってたりとかするとなんかすごい集中できなくてイライラしませんか？お仕事とか勉強とかね、はかどらないなっていう感じ、体験したことある方多いんじゃないかなと思います。でも、鼻呼吸っていうのはあまりそういう風な感覚を感じないですよね。なので鼻がちゃんと通って鼻呼吸をしていくと私たちの集中力っていうのがキープされやすいと言われています。で特にヨガの場面でも、ヨガの練習ってもちろんリラックスっていうものも大事だと思うんですけども、集中力を発揮していくことによって頭の中で考えない時間を作り出すっていうのも私はすごくいい効果の一つだと思うんです。でもそういう場面でも口呼吸をしてしまうと集中力を妨げてしまうので、ヨガでは鼻呼吸をすることによってしっかり集中を引き出すからこそ頭の中がすっきりするっていう効果もね感じられるかもしれません。そして口呼吸ね、ここまで話を聞くと何かメリット1個もないじゃんって思っちゃうんですけども、1個メリットとしては口から吸うメリットは本当に1個もないと私も思います。だけど口から吐く、さっきも言いましたがため息っていうものですね、これはすごく体においてもいい効果を与えてくれると思います。ため息って日本では何かちょっとあまり良くないものとして考えられてしまうんですけれども、なんか幸せが逃げるとかね。だけど体の観点で、見ていくと実は疲れをリリースしていく、疲労回復の効果があると言われています。疲れた時こそため息つきたくなっちゃいますよね。でもでなんかため息つくとちょっと肩周りとか首周りとか楽になりません？なので疲れが溜まっている時とか体が緊張しすぎの時は一回ため息を吐いてあげるとすごく体が、整いやすいと思います。なので、口から吸うメリットはないですけども、ため息っていうものをたまに使うのであれば疲れを、リリースしていくすごくいい効果が見込めると思います。ここまでのお話を聞くと最初にお話しした、今回の動画の結論ですね、これが理解できると思います。つまりヨガは基本鼻呼吸です。時々ため息を吐くのは OK だよっていうところですね。で最後に、これ補足になるんですけれども、ヨガの中で、上級の呼吸法ですね。要は熟練者が、練習していく呼吸法っていうものがあるんですけども、この中で稀に口から息を吸うっていうものもあります。でこの口から息を吸う上級の呼吸法じゃあ良くないんじゃないかって思っちゃうんですけれども、実はこの古いヨガのね経典の中にはどんな呼吸法をするかっていうところの大前提としてどんな環境でヨガをするのかっていうのもちゃんと言及があります。で特に上級の呼吸法ですね、口から吸い込むような呼吸法っていうのはどこでもやっていいわけじゃなくって、例えば空気がきれいな場所で行いましょうとか、あとは人里離れた自然の中でね行うことによって効果が出てくるっていう風な、言及もあります。特に口から息を吸うような、上級呼吸法っていうのはやっぱり外側のね、空気をもろに体の中に入れていくことになりますので、すごくこう空気がね、あまり良くないところで行うと良かれと思ってやっているヨガの呼吸法によって、体の中にね、良くない、ものが入ってきちゃうっていうリスクもありますので、特に上級の呼吸法練習している方、口で吸い込むような呼吸法練習をしている方は、どんな練習をするか以上にどの環境でやるかっていうこともぜひ考えておいてください。でも基本はさっきお話しした通り鼻呼吸を大切にし、時々口から吐いて疲れや緊張をリリースするのは良いと思います。
はい。じゃあね、ちょっと難しいお話があったと思うんですけども、最後まで見ていただきありがとうございます。ひとまず前編はここまでにしましょう。では次回動画ですね、ヨガは腹式呼吸なのか胸式呼吸なのか、ここについてもね、動画楽しみにしててください。では最後まで見てくれてありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。バイバイ。